この問題解いてよ。渡されたのはフェルマーの最終定理。数学界を300年以上悩ませた難問だ。さすがに俺は唖然としてしまう。え？解けないよね。そりゃそうだ。中卒にこの問題が解けるわけがない。だから貴殿の採用は見送らせていただこうと思います。あんまりな物言いに久しぶりに怒りが湧いた。どうしてこんなことをするんだろう。まあうちも余裕ってわけじゃないんで、俺より優秀じゃないやつは論外なんですよ。せっかく元同級生が面接に来てくれたのに残念ですが。嘘つけ。そもそもお前だってフェルマーの最終定理解けないだろうが。あと少なくともこんな A4 用紙1枚でどうにかなるような証明じゃないだろう。いろいろと心の中で悪態をついてみたものの現状は変わらない。こいつは俺を自分の会社に入れたくないと思ってこんなことをしているのだし、俺も最初から厭われていると知って入社するなどしたくない。俺には解けません。能力不足ですみません。俺はいろいろな感情を飲み込んでいった。いやはや残念です。元同級生の副社長木村はバカにするようにそう言った。社屋を出ると木枯らしが冷たく俺の体にぶつかってきた。耳に寒さによる痛みを感じながら俺は歩き出した。思わず背中が丸まってしまう。やるせない気持ちだった。就職？うん。友達に相談するとちょっと変な顔をされてしまった。俺が就職をしたがるのがそんなにおかしいだろうか。ブランクって何年だっけ？いや、企業への就職経験はないんだよ。ああ、そうか。初就職ってやつ。そんな初々しい言葉がまあ似合わんねお前。なんでだよ、意地悪言うなよ。そう言われて俺はちょっと拗ねた。それでも就職する必要があった。面接は面白いくらいに落ちた。そもそも年齢が年齢であまり求人自体も多くない。そんな中で少しいい感触の会社が一社あった。けれど二次面接まで進むとそこにいたのは昔の同級生だった。彼とは中学が一緒で昔の印象は物静かなやつといった感じだった。けれど今は副社長をしているらしく、元同級生の俺にかなり横柄な態度をとってきたのだ。というか面接官が一人だけ。しかも一対一の二次面接なんて珍しい。そう思っていたら出てきたのがフェルマーの最終定理だったのだから困ってしまった。あんなの絶対解けないぞ。とはいえ引きずっていてもしょうがない。縁がなかったのだと切り替えて他の会社を受けることにした。一瞬腹が立ったけれど他社の就職活動に揉まれているうちにそのことはあっという間に忘れてしまった。就職はその後無事にできた。社長が俺の来歴を気に入ってくれたので今は普通の会社員として働くことができている。企画部でアイデアを出してみんなと一緒にやっていく。そんな充実した日々が大変でもありとても楽しくもあった。そんなある日、家に帰ると家の前に人影がある。誰だろうと思って近づくとそれは元同級生。あの時無理難題をふっかけてきた会社の副社長木村だった。彼は俺に気づくと言った。お前とんでもないことをしてくれたな。は？悪かったよ。あの時の仕返しなんだろ。謝るし、なんならうちの会社に入って働いてくれてもいい。だからうちの得意先を取らないでくれよ。え？事態が飲み込めない俺だったけれど、
とはいえ玄関先で押し問答するわけにもいかない。結局木村にはうちに上がってもらうことになったのだ。話を聞くと、俺が今いる会社は木村の会社のライバルらしい。最近少しずつ得意先が減っていて、原因を探ったらみんなお前のいる会社に乗り換えてたんだ。だからあの時の仕返しだと思って。そう言われても心当たりがない。俺はただただ言われるがままに仕事をしていただけだった。俺の本業は構成作家。面白いものを作ることには誇りを持っている。中学3年生のゴールデンウィークの頃だった。母親が脳梗塞で倒れた。俺と父さんは途方に暮れてしまった。家のことは何でもやってくれていた母さん。けれど病院から帰ってきた母さんは体に震えなどの症状が残ってしまって、一人で自分のことをするのも無理な状態だった。俺は高校に進学する予定だったけれど、辞めることにした。恩返しをするんだ。そんな浅はかな正義感だった。中学卒業後、半年くらいであっという間に俺は音を上げる。15歳の子供に介護ばかりの日々は退屈でしかなかったのだ。かといって全日制の高校に通う時間の余裕はない。だんだんと煮詰まっていく俺。そんな時に俺の心を癒してくれたのがラジオだった。俺はいろいろなラジオ番組にメールを送るようになった。いわゆるはがき職人というやつだ。初めて自分のネタが読まれた時の感動は今でも忘れられない。今思うと顔から火が出るくらい計算もなくて面白みも少ないネタだったと思う。だけど読んでもらえてパーソナリティさんが笑ってくれた。俺はそのことが忘れられなかった。だからいろいろな番組を聞いていろいろなネタを投稿するようになった。家からたくさん出られるわけでもない。それでもネタを考えて、それが読まれて人が笑ってくれる。そのことが本当に嬉しかった。いつしかそれは俺の生きがいになっていた。ある日メールに返信があった。うちのラジオにアシスタントで入りませんか。番組の構成作家さんからだった。あれから3年の月日が流れていた。一緒に中学を卒業したみんなはもうすぐ大学生になるのだ。俺は自分の人生が怖かった。こんなに何も持っていない中卒の人間がこの後社会でやっていけるのだろうかと。だからそのメールに飛びついた。事情を説明すると昴生さんは分かってくれて、父さんが家にいる時間に顔合わせをすることができた。ラジオの制作会社なんて初めて行ったから緊張して心臓はバクバクだったし、手には冷や汗を握りしめていた。まだ18歳だった俺は物珍しかったらしく、バイトという形でそこに所属することになる。ものすごい経験だった。芸能人にもあったし、ディレクターさんや作家さんにもたくさんあった。でも何より自分が制作に関わったもので、こんなに多くの人が面白いと感じて笑ってくれる。無力感を感じていた俺はこのことにとても価値を見出した。嬉しかったのだ、単純に。中学の時はそれなりに友達と笑い合うこともあった。けれど今はほとんど家に引きこもって母さんに付き添っている。父さんも母さんも大好きだったし、嫌だったわけでもない。でも不安は俺を押しつぶしそうだった。だからこんな風に社会と関わりを持てることが本当に心から嬉しかったのだ。母さんが亡くなったのは俺が22歳の時だったと思う。何年も麻痺の残る体で頑張って生きてくれたことに本当に感謝している。
喋るのも難しくて筆談になることも多かった。それでもいつも感謝を伝えてくれた母さん。俺はそれが本当に嬉しかった。一度そのタイミングで就職を考えた。けれどラジオのアシスタントの仕事が楽しくて、俺は他でもコンテンツの制作に関わるようになっていた。そしてフリーランスとして活動を始めてしまった。いろいろなチャンネルにアイデアを出す。ちょっと尖ったものもあればほのぼのしたものまで。そうやっているうちにあっという間に時間が過ぎていた。就職をしようと思ったのはいつか自分でも会社を作りたいと思ったからだ。18歳の頃から働いていて、気がつけば後輩と呼べる存在も多く増えていた。俺のようなものでも慕ってくれて、同じように人を励ましたり勇気づけたり笑わせたりするコンテンツを作りたいと、その意気込みを語ってくれる。けれど今放送業界はすでに縮小傾向で、なかなか採用もない。時代はインターネットに移りつつあったけれど、そういった会社はまだ多くはなかった。だから俺はそんな後輩たちのために会社を作りたかった。そこではたと気づいたのだ。自分が会社という組織をよく知らないということに。そして俺は就職を決意した。知らないなら学べばいい。それだけのことだ。とはいえ、さすがに一から新しいことを始める勇気はなくて、メディア関連の会社に片っ端から応募。その中の一つが木村のいる制作会社だった。けれど意地悪をされて辞退してしまったので、俺は今の会社に就職。俺が作ったコンテンツは伸びもよく手堅く収益化ができるというので、方々から依頼が舞い込んでくるようになった。構成作家と副業で仕事をしていたけれど、片方の仕事がもう片方の仕事にも生きて、とてもいいサイクルだった。だから仕返しなんかじゃないよ。俺が言うと木村はうなだれた。お前はいつも遠くを見てるよな。言われた意味がよくわからなくて首をかしげる。中学の頃からそうだった。いつも余裕があって、親御さんのことがあっても強くて。俺はずっとお前が羨ましかった。二次面接の選考にお前の名前を見つけて、落ちぶれたお前を見たらきっとスッとするかと思ってあんなことを。お前性格ひねくれてんな。歯に絹を着せないのは変わってないな。木村は苦笑して続けた。だけどやっぱりお前はすごかった。学歴なんかなくても能力を発揮して面白いものをたくさん作っていた。うちの顧客が最近減ったって聞いて、どこに発注してるんだろうと思ったらお前のとこだった。乾杯だよ本当に。そう言って自重するように笑う。けれど俺はそうは思わなかった。すごいのは俺じゃない。俺は何も大したことはできないのだ。俺さ、本当にすごい仕事だと思ってるんだ。何かコンテンツを作って、それを見た人が泣いたり笑ったりして一瞬心が動く。俺たちが作ってるのってそういうものだと思ってる。だからお前もさ、つまんない考え方やめろよ。つまんない？うん。得意先の取り合いとか、どうしたらライバル会社に勝てるとか、それより面白いものを作った方がいい。どうしたら人が楽しんでくれるかを考えた方がいいよ。俺に意地悪してる時間なんてもったいないぞ。木村の会社、中堅で評判いいじゃん。作るものもしっかりしてるし、もっといろいろアイデア出して面白がってやってみたらいいよ。生きてる間にできることなんて本当に少ないよ。そりゃさ、嫉妬もするし
俺だって俺より面白いやつなんて一人もいなきゃいいのにって思わないでもないよ。だけど人の足引っ張っても誰のことも楽しませらんないじゃん。俺は自分のことを作家だと思ってんだ。こんなんだけど。だからやっぱり死ぬ時に俺の作ったもので楽しんでくれた人の数持ってって閻魔大王に上々酌量のプレゼンしようと思ってるんだよ。それを聞いた木村は吹き出した。お前閻魔大王にプレゼンする気なのかよ。うん。清廉潔白には生きられなかったからなんとかそれで量刑軽くしてもらおうと思ってる。俺の負けだわ。そうだよな。俺は気がついたら社内政治と売り上げのことばっかり見てた。お前は全然違うんだな。物を作ってそれを受け取る人のことをちゃんと考えてる。そりゃ勝てないよな。勝ち負けじゃないだろ。数字は最後についてくるんだよ。まあ今はライバルだけど同業だろ。業界一緒に盛り上げていこうよ。ほんと器が違うって今痛感したよ。木村はそう言って笑った。その顔は中学の時のようにてらいがなく温かだった。木村が帰った後、俺は仏壇に手を合わせた。父さんが他界してもう1年が経つ。閻魔大王にプレゼンは違ったかな。写真の中の父さんと母さんは今の俺とほとんど年が変わらない感じに見える。二人とも家を若くて写りのいい写真にしているあたり、さすが俺の両親だと思う。でもまた会いたいからさ、やっぱりいい仕事しなきゃだよな。写真の二人に笑いかける。俺の命だって永遠じゃない。それでも、いやだからこそ最後の瞬間まで悔いなく生きる。二人が授けてくれたこの人生を、命を全うする。呼ばれたような気がして窓の外を見ると、梅のつぼみが膨らんでいた。